皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の13日、金曜日ですね。時間がまたしても1時間ほど遅れました。現在日本時間の夜の9時25分ということです。申し訳ありません。今日の放送はワイワイニュースライブ通算で2851回ということで、いつものように一元放送でツイキャステレビで正面から現時点での映像も音声も問題なく配信されているということですね。ということで今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本国民よと騙されてはいけないと。日本のマスコミは小泉進次郎がジャパンハンドラーズ司令塔米 CSIS 戦略問題、戦略国際問題研究所の工作員だという正体を隠しているというのが今日のメインテーマですね。ということで、今日の最初のテーマはいつものように、最新のお知らせとして昨日放送しましたメインテーマですね。日本のマスコミがミッドウェー開戦大本営発表並みに事実をねじ曲げた嘘を垂れ流して、世論誘導している典型的な記事を以下に紹介するということだったんですね。それで、YouTube 向けの表紙を作っていただきました。こういうやつです。私の顔がですね、かなり、前面に出てますけど、ミッドウェー開戦大本営発表並み世論操作と世論誘導ということで、何が世論誘導かというと、この朝日新聞ですねの記事、韓国の反ダンピング課税は WTO 違反と日本の勝訴が確定という記事が全くの嘘で、ミッドウェー開戦の大敗北を大勝利として発表した大本営発表並みの世論誘導のでっち上げ記事だということだったんですね。ということです。現時点での視聴者数がツイキャスで403名、それから YouTube で590、今はもっと増えてると思うんですけどね。2時間ぐらい前の数字ですけど、全部で993名ということです。そして次にですね、この Facebook、やはり予想通り、9月の9日に、8回目の30日利用禁止が解除されて、2日後ですね、9月の11日水曜日に突然ですね、自分のメインストリームにブログ記事を投稿しようと思ったらできないんですね。そしてなんか文章があって、このリンクはシェアできませんと。このリンクはコミュニティ規約に違反しているため投稿をシェアできませんでしたと。コミュニティ規約に違反してないと思われる場合は Facebook にお知らせくださいという、こういう文章が出てですね、それ以降ブログ記事の投稿ができないということで、以前は事前にですね30日間の利用禁止をしますというのが出てたんですけど、今回は利用禁止の期限が書かれてないんですね。ということは無期限に、利用禁止になるよということだと思うんですね。だからこれはもう Facebook はもう終わりですねということですね。もう使わない方がいいですよ皆さん。とんでもない組織ですよこれは。いつも言ってますように Facebook とか Google とか Twitter っていうのは民間企業なんですね。でも国境を簡単に越えて
言葉壁も越えて、各国政府がやりたくてもその国の憲法とか法律の壁があってできない、いわゆる検閲ですね、を彼らは世界規模で、自分たちがでっち上げた規約にあなたの投稿記事内容は違反してるから、ヘイトスピーチ規約に違反してるからという一方的な判断で利用を禁止するということができるわけですよね。だからもう各国の政府を超えた世界規模の検閲機関となっちゃったというのが Google であり、Facebook であり、Twitter だということで、そのうち Twitter も来るんじゃないですかね、私の場合ね。ということです。それと今日の画像ですけど、これ私知らなかったんですけど、伊藤詩織さんがですね、彼女が作ったドキュメンタリー作品、映像作品なんですね。孤独な死という、これが去年2018年のニューヨークフェスティバルで銀賞を受けてたと、受賞したということで、こういう写真も載ってるんですね。これ全然日本の報道機関報道しないから、1年前ですよ。2018年の7月かな。これはなんかホッパーマガジンという媒体ですね。これが伊藤詩織さんを応援する Facebook の会議室に投稿された記事を見て初めて知ったんですね。1年前の記事がこの伊藤詩織さんの最初の映像作品ですよね。孤独な死。これがニューヨークのフェスティバルで去年銀賞をもらったという、当然、大手マスコミの特派員等々は知ってるはずなんですけど、一切報道しないという日本のマスコミの腐ったですね、正体がまたしてもばらされたということですね。笑っちゃうよね。しかしね、このインターネットが発達している時代にこのような、姑息なですね、情報隠しはすぐにバレると。ただ今回の場合は1年後にバレたということなんですね。ひどいもんですね。ということで、この間のポイントだけアップしますね。昨日の放送の表紙です。そして視聴者数ですね、現時点での。993名。2時間前の数字ですので、今はもう1000以上になっていると思いますね。それから Facebook が利用禁止にしたということで、今回は30日間という期限が設定されてないんで、永久でしょうね。永久処分だということですね。で、こういう文章が貼り付けられていたということですね。リンクしようとした先とはシェアできませんよと。あなたの投稿記事はコミュニティ規約に違反していると。だからどこがどう違反しているかっていうのは一切言わないですね。で、これまで8回の30日間利用禁止っていうのがあったんですけど、今回は30日間っていう数字が出てこないですから、永久に使用禁止と
いうことでしょうね。ということです。それと、そうか、今日のあれだ。今日の画像がこの伊藤詩織さんのニューヨークフェスティバルでの銀賞受賞の写真と、それから2つ目が今日のメインテーマですけど、さっき言いましたように、小泉進次郎、彼の正体に騙されんなということで、彼が2017年に自民党の農林部会長をしてたんですね。でその時に彼がやったことは、日本のマスコミは3つの国家犯罪を犯してるんですけど、一切、報道してないということを今日のメインテーマにしたんですけど、その中で、一つは種子法を廃止したということで、日本の種子法っていうのは、種ですよね。植物の種の多様性を保護するための世界の基準よりも厳しい、保護規定があったんですけど、それを廃止しちゃったんですね。たった12時間の国会審議で強制成立させちゃったと。その結果何になるかというと、要するに各県の農業試験場等々でさまざまな種子が開発されてたんですね。全部で800いくつの種類の種子が開発されたということなんですけど、それが禁止になって、種類が多すぎるということで多様性を禁止するというのがこの種子法の廃止なんですね。それの先頭を切ったのが農林部会長だった小泉進次郎と。で、2つ目はいわゆるランドトリップという世界で一番売れてる猛毒の毒薬があるんです。除草剤があるんですよね、モンサントの。その主要成分である、毒ですね、グリホサートという毒のいわゆる日本の基準が国際基準に合わせられたと、いわゆる大幅に緩和されちゃったと。これも彼が2017年に自民党の農林部会長の時にやったんですね。で2つとも結局目的は種子法を廃止して、いわゆる外国のモンサントなどの、国際企業ですね、多国籍企業から種とそれからセットで農薬も購入せざるを得ないような状態にしたということですよね。まさにこれは外資日本の農業を売り渡したという売国なんですね。国家犯罪で、かつ日本の農業の多様性を破壊したと、強いては日本の農業を破壊したと、その目的だということですね。そして、3つ目がさっき言いましたようにモンサントの猛毒主要原料である、グリホサート、これの規制を緩和したということで、この表がですね、ちょっと見にくいんですけど、いわゆるグリホサートの、基準緩和の事例なんですね。でこっちに食品が書いてあるんですよ。小麦、大麦、ライ麦、トウモロコシ、そば、その他の穀類から小豆類、その他の豆類ということなんですけど、そしてこれが旧規制、の数値なんですね。そして緩和された数値というふうになってて、例えば小麦だと、キロあたり 5mg までは許容されたんですけど、現行では 30mg、6倍になっちゃったんですね。でこれが国際基準なんです。国際基準に全部合わせちゃった
いう小泉進次郎らしいですね。国際、いわゆる CSIS というジャパンハンドラーズの司令塔の工作員ですからね。例えば大麦、以前は1キロあたり 20mg まで許容されてたんですけど、グリホサートですね。これが30mg になったと。1.5 倍。国際基準が 30mg と。ライ麦 0.2mg が30ですよ。ということで150倍になったんですね。国際基準30倍。30mg。トウモロコシ1が5になったと。5倍になったと。そば 0.2 が30だから150倍になったと。150倍に緩和されたということですね。その他の穀類20が 31.5 倍になったと。から小豆ですね、2が15倍になったと。国際基準が10、その他の豆類が2が5だから 2.5 倍になった。国際基準が5と。こういう表なんですね、これ。ということで、今日の画像がそういうことでしたね。今日の画像、報道一切なしと。伊藤詩織さんのドキュメンタリー作品、孤独なしと。これがニューヨーク、去年ですね、2018年、ニューヨークフェスティバルで銀賞を受賞したというすごいビッグニュースですよね、これね。これが完全に無視されていると。報道されないと。孤独なし。孤独なし。これですね。ということです。この画像ですよね。それと2つ目の画像がモンサントの主要成分の毒ですね、グリホサートの基準緩和の例がリストになっています。ランドアップですね、モンサントの猛毒除草剤、ラウンドアップの主要成分であるグリホサートの、日本での規制基準が大幅に緩和されたと。これを仕掛けたのが2017年に自民党の農林部会長だった小泉進次郎だと。こういうことなんです。李礼博さんかな、お茶ですね、初めて知りました。そうですね、しおりさんの件、私は知らなかったんですよ。だからしおりさん謙虚な方ですから自らは言わないんですね。言ってもいいと思うんだけどね、自慢しても自慢すべきことですよね。初めての作品でニューヨークで銀賞をもらったっていうことはすごいことですよね。それから須田月金さん、農林中金不要論をぶち上げた小泉進次郎に大ブーイングという。そうなんだ。だから農協を解体したのも彼なんですね。だから農協が解体されてなんか社団法人になっちゃったんじゃないですか。社団法人農協になっちゃったんで、この種子法の廃止の反対運動が組織的にできなかったと。こういうことなんで、全てが仕組まれているということですよね。だから K さんが今日のメインテーマですね。日本国民を騙されてはいけないと。日本のマスコミは小泉進次郎がジャパンハンドラーズ司令塔 CSIS の工作員だという正体を隠しているということですね。配信中。から K さん、コンティニューコイン。から土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。からこの放送が
始まる前かな、アフターマッチさん、キャス君アイスですね。それから砂月さん、国家を超えた、これは放送後ですよね。超えた国産独占企業と、Google、Facebook、Twitter ですね。から国家公務員を超えた国家公務員を超えた国産独占企業と、からミルキーさん、キャス君アイスですね。それから砂ずきんさん、これは毎回、投稿してもらってるやつですね。初めて、市長の方へと、山崎市のキャスは一言一行コメントが集団嵐声があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。から砂月さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、お茶ですね。配信ありがとうな。これで今日の放送前ですね、砂月さん、シリアはいかにしてアメリカとアルカイダによる2012年から19年の侵略に勝利したかと、マスコミに載らない海外記事ですね。というのが今までいただいてたコメントです。新しいコメント、琴楽君、山形県警、聴取せずに参考人聴取、警部ら5人処分ということで、何なんだと、でっち上げたって言うんですよ。聴取しないで勝手に聴取をでっち上げちゃったと。もうどこも日本は腐ってますね。政治が腐り、マスコミが腐り、企業が腐り、警察が腐り、裁判所が腐り、何ですか、野党議員も腐って、学者も腐って、誰が残ってんだということですよね。ミルキーさん、各紙の一面トップが小泉進次郎の入閣という異常な報道と、知性も共感能力もないがなぜ国会議員になれるのかと、国会議員の世襲という悪しき制度、そういうことですよね。彼はあれですよ、ヤクザの小泉家の4代目ですよ。初代がヤクザなんですね。総入れ墨して、なぜか横須賀の市長になって、そして国会議員になって、最後は衆議院の副議長までやったんじゃないですか。入れ墨大臣って言われた本当のヤクザですよね。本物の。要するに横須賀っていうのは戦前の軍港ですからね。そして戦後は米軍の巨大基地ということで、いわゆる船に妊婦を供給したり、あるいは食料とか弾薬とか等々を運ぶ、いわゆる沖中市の手配企業みたいな、山口軍もそうですよね。山口軍も神戸港ですから、全部港にはヤクザ組織ができたんですよね。そしてヤクザ同士の抗争の中で小泉家は相手を倒して一家を成したと。でその抗争の中で長男が殺されて、で仕方ないんで彼は鹿児島の田伏という、今は町名変更で亡くなったんですけど、鹿児島の田伏から養子をもらって、それで小泉姓を名乗らせたと。それが小泉純一郎の父親なんですね。彼もその父親もなぜか親の引きでですね、国会議員になって、で、最後は防衛長官までやったんですね。なぜかというと、横須賀は米軍基地だから、米軍基地の利権を守るために防衛大臣になったという見え見えなあれですよね。
そしてその息子が小泉純一郎と、でその息子が小泉進次郎ということで、ヤクザの横須賀を根拠にした戦前からのヤクザが4代目の進次郎で、次期首相候補のナンバーワンというふうに今何の根拠もなくですね、騒いだんですね、マスコミが。ということですね。だからもう世襲なんですよ。河野太郎も3代目ですからね。河野一郎、河野洋平、そして河野太郎と。それで安倍晋三は岸信介、と安倍晋太郎で安倍晋三と3代目ですね。そして麻生太郎っていうのが吉田茂、麻生なんとかと、そして麻生財閥の宗師だった父親、そして麻生太郎と3代目ですね。だから3代目とか4代目が日本の政治を相変わらず牛耳っているという世襲制度、とんでもないですね。スンズローはろくでもない。これなんだろう。ということです。そして今日の注目情報ですけど、昨日に続いて長州新聞のコラム狙撃兵というけじめつけぬ文化蔓延ということで、これなかなかいい記事なんですね。9月11日付ですね。要するに日韓関係が冷え込む中で、先日読者でもある在日朝鮮人2世の S さんにホルモンでも食べに来ないかと声をかけていただいて、少しでもその心情に近づくことができればとの思いで20代の記者たち幾人かと繰り出したと。日が落ちきりすっかり暗くなった頃に訪ねると、ホルモン専門店を経営する S さん夫婦は温かく迎えてくれたと。で奥にある小部屋で一度ぎゅうぎゅうに詰めになりながら小さな食卓を囲んだと。ホルモン焼き専用のガス鉄板にどっさりと豪快に、盛り付けられたホルモンをひっくり返し口に頬張り、箸休めにはお手製のキムチをいただき、甘く香ばしい、煙がくゆる室内で気団のない話を聞かせてもらったんだと。でなぜ日本国内にこれほど多くの在日朝鮮人がいるのかと意識して考え始めたのは小学校4年生くらいだったろうかと。同じクラスに、通名ではあったが在日朝鮮人の友人がおり、年下にも年上にもいたと。ある日父親が会社を経営している1歳年下の女の子の自宅に右翼団体が朝鮮人は朝鮮に帰ると凱旋を仕掛けてきたことがあったと。授業中の教室にも何々何は朝鮮に帰るのけたたましいコールが響き、その日の子どもたちは心がざわついてとても勉強どころではなかったと。通学路にも面していたため黒い車がいるので気をつけて帰るようにと教室で先生から聞かされたものの、誰が何のため朝鮮に帰ると叫んでいるのか尋ねても口を濁すような感じで要領を得ないと。一つ下の女の子の心情やいかばかりかと心配もしながら友人たちと帰路に着いたのだったと。で子供の中では友達は友達であり、日本人であろうが朝鮮人であろうが国境を意識して関係を切り結ぶことなど基本的になかったと。あの子は在日だ、あの子は在日だと、あっちの人と言うんだなどと蔑視するような会話の元は大概が親からの受け入れだと。そういうことなんでね。だから大人が吹き込むんですよね。子供は幼稚園にしろ保育園にしろ混ざって、育てばですね、その人種差別とか、あるいは肌の色での差別とか、あるいは、国を蔑む
等々の差別意識っていうのは子どもの頃一緒に混ぜちゃえば起こんないんですよね。フランスなんかまさにそうですよね。私の息子たち2人も保育園で、黒人だろうがアラブ人だろうがいろんな人種と混ざってるんで、人種的偏見っていうのはもともと持たないんですよね。日本の場合は親の方の影響で、あの子は在日だとか韓国人だとか朝鮮人だとかということで小さい子供にすり込むわけですよね。コケコッコさんのページが消されていますと。そうなんだ。コケコッコさんは K さん K さんのページが消されてるんですか。ということをですね、これなかなかいい記事なんで、これの URL を今アップしますね。長州新聞っていいですよね。数少ないまともなマスコミですよね。いとこ小泉純一郎小泉純一郎池口警官か。そうだね。池口警官が小泉純一郎の父親の出身の鹿児島の元の田伏出身の伊香様氏ですよね。なんかカルト宗教のなんか教祖みたいな形で朝鮮総連の本部が競売になった時一番最初に手を挙げて、本来だったら金を用意してですね、その土地建物を受け取る側だったんですけど金の工面ができなかったんで別の人間の方に行っちゃったという正体不明のあれですね、いとこなんじゃないですか。親父の小泉純一郎の親父ってことのいとこ、親父の弟じゃないや、親父のいとこという関係ですね。ということです。から今日のそうですね。次は今日の推奨本ジム・ロジャーズさんの日本への警告講談社。今日は第19回目の朗読ですね。第2章、日本人が今克服すべき課題。今日は日本企業は昔ながらの高品質を武器にせよというところですね。今日は3ページですね。これ読みますね。日本企業は昔ながらの高品質を武器にせよと。品質を売りにすれば何もかもうまくいく。これが私の考えだと。かつての日本人はその通りにしたと。戦争で壊滅的な被害を受けた日本では今と比較にならないほど円安だったこともあり、あらゆるものが非常に安価に生産されたと。そうした中で高品質な製品を作ろうとした当時の日本人はとても賢かったと。この伝統は今の日本人にも引き継がれていると。1960年代の販売台数世界一の自動車会社ゼネラルモーターズ GM だったが、当時は日本がアメリカに進出すると伝えたところで誰も志願にもかけなかったと。ところがその50年後にゼネラルモーターズは破綻し、トヨタが世界最大の自動車メーカーになったと。ホンダがアメリカに進出した時もアメリカ人はバカにしていたもんだと。ホンダが当時使っていた宣伝文句は、ホンダのオートバイに乗ると最高に善良な人たちに会えるというものだったと。このコピーを見て、タフさを自負するハーレー・ダビッドソン乗りの連中はホンダをあざけり笑っていたもんだが、その20年後30年後には
ハーレー・ダビッドソンはほとんど倒産しかけており、そうなんだ。ホンダは世界最大のオートバイメーカーに上り詰めたと。今は世界最高のイタリアンレストランは東京にあると。イタリア人もわざわざ日本に来て自国では食べられない最高級のイタリア料理を食べるというくらいだと。最高品質のものは何でも日本にある。日本のクオリティに対する情熱は間違いなく世界一だと。2番目の国が思いつかないほど群を追いつかないほど思いつかないほど群を抜いていると。日本ほどクオリティに対して、抑えがたい欲望を持っている国は他に思いつかないと。この姿勢こそが日本を最偉大な国にしたと言えると。他国の文化やビジネスを取り入れてさらにレベルを上げることに長けていることも注目に値すると。先ほどイタリア料理の例を出したが、自動車やテレビゲームなど外国を出自とする技術を日本は驚くほどのレベルに高めてきたと。ところが最近は長年大切にしてきた品質を犠牲にしてまで生産性を高めようと主張する日本人が増えているという躊躇っていうんですかね、折衷っていうんですかね、お金の自分の本ですね、お金の流れで、読む日本と世界の未来で、指摘したことと重なるが、テレビ産業がサムソンやハイ R に、スマートフォンがアップルやファーウェイに乾杯したことで日本は従来のやり方に疑問を抱いたからであろうかと。そう考えるのも理解できなくはないが、私は品質を下げることには絶対に反対だと。品質を犠牲にして低価格だけを武器にビジネスをした会社が永続したことは世界的に歴史的に見て存在しないと。折衷ですね。低価格だけを武器にビジネスをした会社が永続したことは歴史的に見て存在しないと。そもそも消費者としては高品質の製品を欲しがるものなんだ。家計が苦しい時に低価格の商品に走ることもあるが、あくまで一時しのぎに過ぎないと。品質を犠牲にして低価格に走れば、最終的には他の商品との区別がつかなくなる。そして価格競争には追いつけなくなった企業から順に消えていくのが世の常だと。それに品質が高ければ庶民や貧困層であっても我先に手に取ることを日本は過去に経験してきたはずだと。ホンダがアメリカに進出した時、決して安い商品ではなかったのに庶民や貧困層がこぞって購入したと。トヨタやソニーがアメリカに進出した時もそうだったと。そこからアメリカのあらゆる層の人々に広がっていったのだと。それでは日本企業はどうすべきなのかと。私が提案したいのはメイドバイジャパンを世界に広めることだと。かつてメイドインジャパンの製品は安くて高品質なものとして世界に広がったが、日本の経済成長やグローバル化とともに割高な商品になってしまっていると。そうであれば日本人の監修の下で海外生産をしてリーズナブルかつ高品質な商品を作るようにすればいいのではないだろうかと。日本製品の品質の高さや優れたデザインは外国人が作ったからといって価値が失われるものではないと。実際に世界で売れている無印良品、無地の製品はインドや中国で作られていると。世界の人々をあっと驚かせたウォシュレットだって中国やマレーシアの工場で作られているものだと。日本人は今一度かつて世界を熱狂させた高品質の価値を見直して世界に打って出るべきだろうと。これは正しいですよね。メイドバイジャパンね。メイドインジャパンじゃなくてメイドバイジャパン。無地のことをちゃんと評価してるってのは大したもんですね。ということで今日の朗読はそういうことで、今日読んだところをアップしますかね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、日本国民を騙されてはいけないと。
日本のマスコミは小泉進次郎がジャパンハンドラーズ司令塔、CSIS、米 CSIS、戦略国際問題研究所の工作員だという正体を隠しているというものですね。で、日本のマスコミは小泉進次郎が自民党農林部会長として2017年に犯した3つの国家犯罪、日本農業破壊、国民健康破壊、売国に加担してんだと。日本のマスコミは今、安倍晋三が第4次安倍内閣の目玉として小泉進次郎を環境大臣に任命したことで、次期首相最有力候補と盛んに世論誘導していると。これは2001年に彼の父親の小泉純一郎が自民党をぶっ壊す構造改革なくして経済成長なしと叫んで登場した時と全く同じで、国民を騙そうとしてんだと。日本のマスコミは小泉進次郎が CSIS の命令で2017年に自民党農林部会長として日本農業破壊、国民健康破壊、売国の3つの国家犯罪を犯したことは隠しているので、国民は何も知らないまま再び小泉フィーバーに踊らされてんだということですね。で、小泉進次郎の最初の国家犯罪は2017年2月に自民党農林部会長として多種多様な種子を保護する目的の種子法ですねをわずか12時間の国会審議だけで強行採決して廃止させたことだと。この目的は日本の農業の根幹をなす種子の多様性を禁止して、モンサントなどの多国籍企業に種子と農薬のセット販売を許可して日本の農業を外資に売り渡し、農業を破壊するためであると。ということで、詳しくは後述の関連記事1をお読みくださいということで、関連記事1っていうのは去年の2018年11月16日の週刊ポストの記事なんですね。種子法廃止、農家は外資から高い種と農薬と肥料を買わされると。この頃のなんか週刊ポストってまだ まともだったんですかね。これなんですね。で、2つ目、小泉進次郎の2つ目の国家犯罪は、自民党農林部会長としてモンサントの主力農薬ラウンドアップの主要成分である人体に有毒なクリホサートの基準値を国際基準に合わせて大幅に緩和したことだということで、さっき、画像として、紹介しまして、だから従来日本の基準っていうのは国際基準よりも厳しかったんですけど、それを国際基準に合わせたということで、例えば150倍になってるんですね。ライ麦 0.2mg パーキロが 30mg パーキロになっちゃったね。150倍ですよ。こういうことを主導したのが小泉進次郎だということですね。そっか、麻生太吉だ。砂月さん、ありがとうございました。麻生太郎の父親、麻生太吉。彼が麻生炭鉱のオーナーですよね。麻生財閥を作った。で、彼は常に政治的な刑罰、単なる九州の一地方財閥ではなくて、天皇家の天皇家の娘を麻生太郎じゃないや、誰でしたっけ、吉田茂と天皇家と結ばせたんですよね。刑罰を作ったんですね。これをやったのが麻生太吉なんですね。からそしてクリホサートは関連記事2時で詳しく報告されているように、人体の重篤な悪影響が
実証されていると。猛毒なんですね。で関連記事2っていうのはこれは週刊金曜日の2017年2月17日号の記事なんですね。除法剤クリホサートと健康被害、因果関係を示す結果が続々という詳しく書いたんですね。で3つ目の国家犯罪は売国ということで、これは小泉進次郎の正体がジャパンハンドラーズ司令塔米 CSIS 戦略国際問題研究所の工作員である以上、彼の存在理由そのものであり、彼は政治家である限り売国土の運命をずっと背負わされてるんですね。この件に関しては私のブログ記事、これは1ヶ月前ですかね、今年の8月15日8月10日に配信した日本国民をマスコミが煽る小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と小泉進次郎首相待望論に騙されてはいけないと。この中に、彼の正体はジャパンハンドラーズに、意図的に育てられた工作員であると。その正体に騙されんなという記事なんですね。ということです。ミルキーさん、小泉進次郎が安倍首相側に寝返った裏に女性スキャンダル、これリテラですね。進次郎に期待する日本人が 75% もいると。この責任はメディアにあるが、日本人も愚かしいと。本当に日本人も愚かしいですよね。だから愚かな日本国憲法も読んだことないと、日本国憲法も知らないという安倍晋三と同じレベルの国民が大多数なんじゃないですか。そういう国民がですね、マスコミの世論誘導記事報道に、踊らされて、結局は何にも知らない、正体を知らないまま安倍晋三とか麻生太郎とか河野太郎とか、あるいは小泉進次郎とかとんでもないやつ、あるいは自民党、あるいは公明党に投票するということなんで、まあ私の持論ですけど、少なくとも投票をする権利を持つ人は最低限日本国憲法の内容を知るべきだと。そのためには、日本国憲法投票権の資格試験制度を設けるべきだと。その基準っていうのが日本国憲法をどの程度ちゃんと理解しているかという、全然読んだこともないと、内容も知らないという人にはたとえ18歳20歳になっても投票権は与えないと。で、試験制度で、試験に合格した人には与えるという制度が必要でしょうね。だって例えば公道を走るために、免許証っていうのを持たないといけないと。その免許証を得るために、ものすごい2ヶ月か3ヶ月教習所に通って、で国家試験を受けて、そして今では30万ぐらいかかるんじゃないですか。30万円使ってですね、3ヶ月かけて、日本の道路交通法等々を学んで、そして実地試験を実地練習をして、それでようやく運転免許証が交付されて、それで、めでたく自動車を公道で走らせることができると。たかだか自動車を公道で動かすだけにですね、膨大なお金と膨大なエネルギーと時間を費やしてるわけですよ。それじゃ何の、その国、日本の国の最高法規である憲法の内容を一切知らないで、
政治家を選ぶいわゆる日本の進路をですね、決定するほどいわゆる運転免許証の何百倍の重要性を持つ、投票権というのがただただ年が来れば誰にでも自動的に、与えられるというのは間違ってるんでしょうね。というのが私の持論ですけどね。何でしたっけということですね。今日のメインテーマ。彼が自民党の農林部会長として、種子法の廃止の土台を作ったと。で同時に、何でしたっけ、モンサントの主力農薬ラウンドアップの主力成分である健康被害が実証されているグリフォサートの使用基準を大幅に緩和しちゃったと。この2つを彼はやったんですね。でその結果結局日本の農業の種多様な種、が禁止され、結局は多国籍企業が販売する種と農薬と肥料をセットで日本の農家は買わざるを得ないような方向づけをされちゃったと。まさに売国ですよね。そしたら健康被害というこのことを日本のマスコミは一切報道しないと、批判しないから誰も知らないということなんですね。野党の一部山田元農相なんかが盛んにその危険性を言ってますけど、でもマスコミがそのことを取り上げて批判しないから一般国民の元には届かないということなんですね。ということで、今日のメインテーマのポイントをアップしますね。騙されてはいないと。彼の正体は CSIS の工作員だと。だから彼は関東学院大学を卒業してすぐにコロンビア大学に留学して2年かなんかで修士を取って、そしてそのままアメリカの CSIS の研究員になったんですね。英語も喋れないのに。だからもう全部お膳立てされてると。そして日本に帰って、小泉純一郎の秘書になって、で彼が引退してその地盤を世襲として、受け継いで、2009年かなんかに、衆議院選挙で当選して、で、その時から、マスクがいいということで、それと小泉純一郎の息子だという世襲ですね、親の七光、でもってマスコミが取り上げると。そして、今回は小泉純一安倍晋三がですね、唯一の目玉として彼を環境大臣に抜擢したことをもって、小泉純一郎が次の首相候補の最有力だということでバカみたいに騒いで、何の根拠もないんですよ。でっち上げなんですよこれ。ということに日本の国民の 75% が期待しているというバカなことになっていますね。だから2001年に小泉純一郎父親が登場した時と全く同じことが繰り返されようとしているということですね。で日本のマスコミは彼が自民党農林部会長として、2017年2年前ですよ、犯した3つの国家犯罪でしょうね。日本の農業を破壊すると、から日本国民の健康を破壊する
と売国と3つの国家犯罪を犯しても日本のマスコミは一切批判しないというタブーなんですね。だから伊藤詩織さんが初めての映像作品、がニューヨークのフェスティバルで銀賞をもらったということに対しても一切報道しないと全く同じですよね。構造はね、タブーは、報道しないと。で、小泉、進次郎の正体はタブーですから、そのことも報道しないと。逆に、次期首相候補だと言って、何の根拠もなくですね、小泉ブームを2度目の小泉ブームを作ろうとしているということに日本国民は再び騙されてはいけないよということですよね。日本のマスコミは安倍晋三首相が第4次安倍内閣の唯一の目玉として彼を意図的に抜擢したんですよね、環境大臣で、次期最有力候補だということで、何の根拠もなく世論誘導したと。でこれは2001年の父親の小泉純一郎が自民党をぶっ壊すと、構造改革なくして経済成長なしとワンフレーズで叫んでですね登場した時に、その時は 90% の国民が熱狂したんですよね。今回は 75% という、計算、国会議員、公務員、地方議員、その他大学教員も日本国憲法に関連した教習と試験ね、テストね、実施すべきの意見に賛同します。そうですよね。だから全ての公務員は公務員になる政治家、あるいは官僚、国家官僚、地方官僚から教員、裁判官、警察官から検事、全てのいわゆる税金で生計を立てるという公務員はその公務員になる資格として最低限日本国憲法に関しての知識を持つということを前提にすべきですよね。ということは絶対必要ですよね。そして日本国民は日本国投票権、は年齢が来れば誰にも自動的に与えれるものではなくて、同じように、日本国憲法、その国の最高法規としての日本国憲法の基本的なところをちゃんと理解しているかどうかのテストを受けてから投票権はもらえるというふうにすべきですよね。そうしない限りバカな安倍晋三とかバカな麻生太郎とか河野一郎とか小泉純一郎とか小泉進次郎とか等々がただ地元の利益を代表するというだけで、当選しちゃうわけですよね。何でしたっけ、K さん、私も確認しましたが明らかにリンク消されてますねと。ブログそのものがなくなっていないと思います。今見て、操作してる部署があるんですよねと。そうなんだ。これは何ですか、ブログなんですか。ブログのリンクが消されちゃってるということで、これは Facebook ですかね。私と同じなんですかね。リンクされませんというやつなんですかね。Facebook ですよね、おそらくね。何でしたっけ。そっか。世論誘導してると。
2001年の父親の時と全くそっくりなことが今起こっちゃったんですね。日本のマスコミは小泉進次郎が CSIS の命令で2017年に自民党農林部会長として日本破壊、農業破壊、国民健康破壊、売国の3つの国家犯罪を犯したことを隠している。だから日本国民はその正体を知らないままマスコミの世論誘導に踊らされちゃってるといういつものパターンなんですね。で小泉進次郎の最初の国家犯罪は2017年2月に自民党農林部会長として多種多様な種子を保護する目的の種子法をわずか12時間の国会審議だけで強行採決して廃止させたことだと。12時間ですって。だからこれほど重大なことなんだってことが国民知らないまま強行採決されちゃったということですよね。でその目的は日本の農業の根幹をなす種子の多様性を禁止してモンサントなどの多国籍企業に種子と農薬との肥料ですね、セット販売を許可して日本の農業を外資に売り渡し農業を破壊するためだというまさに彼 CSIS の工作員ですから。でこれに関する記事週刊ポストですね。その当時の週刊ポストってまだマシだったんですかね。今ひどいもんですよね。反感感情を煽ってますよね。そして2つ目の国家犯罪は自民党農林部会長としてモンサントの主力農薬ラウンドアップの主成分である体に有害なグリフォサートの基準値を国際基準に合わせて大幅に緩和したことと。これは知らないですね。知らなかったですね。マスコミが一切批判的問題点を指摘しないからですね。で、この画像が出てくるんですね。いわゆる基準値がどのように緩和されたかと。ライ麦なんか150倍緩和されちゃったんですね。でグリホサートは関連記事2時で詳しく報道されているように人体への重篤な悪影響が実証されている毒なんですね。だから食品に毒が混ざっていると。植物穀物に毒が混ざっている状態にわざとしたということですね。でこの実証グリホサートがいかにどのような形で人間の体を蝕むかという実証的な検証をした記事がこの週刊金曜日の17年2月17日の記事なんですね。でようやくですよね、週刊金曜日がこのようにネット配信をしてそれを僕らが転載できるようになったのがつい最近ですよ。それまではもう紙媒体だけなんですね。だからいくらいい記事を掲載したとしてもそれが全然広がらないというのがもう20何年続いてて、結局その結果
週刊金曜日が最初は5万25年前は5万3000部だったんですよね。有力定期購読会員が。で25年後1万2000人、今はおそらく1万切ってるかもしれないですね。ひどいもんですよ。25年何やってたんだということですよね。これ読んでください。週刊金曜日。そして第3の国家犯罪は売国と。これは小泉進次郎の正体がジャパンハンドラーズの司令塔米 CSIS の工作員である以上、彼の存在理由そのものであり、彼が政治家である以上永久に、売国土として、存在しなくちゃいけないようになってるんですね、彼の運命は。だから滝川クリステルさんもとんでもないやつと結婚したんだよね。全然彼女も賢くなさそうだから分かんないんでしょうね。そのうち分かると思いますけど、遅いよっていうことでしょうね。3、あと2、彼は政治家である限り売国土の運命なんだと、そういうことなんですよ。決して彼は幸福な人生を送んないでしょうね。こういうことですね。それで、1ヶ月前に私が書いたブログ記事、これ放送がですね、今3万2000ぐらいの回数で、視聴されてるんですね、これ。日本国民をマスコミが煽る小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と小泉進次郎首相待望論に騙されてはいけないというあれですね。これは2019年8月10日付のブログで配信したんですね。だからその前日に、ワイワイニュースライブで放送したということで、YouTube で今3万2000回以上見られてるんですね、これ。これの記事、そっか、ブログ記事はこの URL です。いうことですね。そっか。YouTube の映像の URL も貼り付けた方がいいかもしれないですね。ちょっと今間に合わないですね。というのが今日のメインテーマです。現在もう1時間過ぎてるんですね。60分21秒69分か。視聴されている方が47名様、全体で134名様、コメント49件ですね。ということです。それで今日の、メインテーマの後の今日のトピックスですね。最初に伊藤詩織さんが制作した映画がニューヨークのフェスティバルで受賞も
報道されないのはなぜかという、こういう記事ですね。私も知らなかったんですけど、ほとんどの人が知らないですよね。日本のマスコミの犯罪的な極悪さっていうのが分かりますね、こういうことで。本当悪いよね。これの URL がこれです。これはホッパーマガジンという媒体ですね。に載った記事ですね。万引き家族も無視されましたと。そうですね。でもあれは映画祭で、パルムドール金賞をもらったセザール賞をもらった時から徐々に、マスコミ日本のマスコミを取り上げたということでしょうね。それ以前は全然無視されたんでしょうね。糸井重里さんの場合は完全無視ですよ。だから安倍晋三まだからでしょ。安倍無視ですよね。安倍の無視か。アベノミクスがあって、安倍のオリンピックがあって、安倍の判決があって、で今回は安倍の無視と、安倍のマスコミ無視か。だから全て安倍が絡んでるということですよね。次に令和が共産と協力合意と野党連合政権に向け本格指導ということで、これはいいことですよね。これ日刊現代の今日付か13日ですから今日付ですね。だから自民党を打倒して自公政権を打倒して、一日も早く打倒してですね、純粋の 100% 純度 100% の野党政権を作るという中心っていうのはこれでしょうね。令和の山本太郎代表の令和とから共産党プラスアルファでしょうね、今のところ。だから立憲民主党とか国民民主党とかわけのわかんない偽装野党っていうのはもう解体して、この2つの党に、その良心的な部分は合流した方がいいんですよ。足引っ張られますからね、ああいうのを連立政権の中に入れると。K さん、今日のメインテーマですか。これだ。ありがとうございます。これが YouTube のあれですね、URL ですね。3.2 万回ですね、1ヶ月前で。ありがとうございます。で次が弾劾調査への決議案可決米下院ということで AFP ですね。ようやくトランプ大統領を弾劾すべきだという第一歩が踏み出されたという報道ですね。これ AFP。ただ実際に弾劾決議が可決される可能性は低いんですね。一つは民主党のいわゆる代表である、
ペロンか下院議長が乗り気じゃないんですね。弾劾訴追は米国を分断するものだということで、彼女が消極的でいるということだから、民主党の中でも多数派を占めてないということなんですね。それと上院がトランプ支持の共和党が過半数を握っちゃってるから、必要な3分の2、下院、訴追にはですね、下院本会議の過半数218人以上が必要と。で上院は3分の2だから、下院も上院もトランプ大統領弾劾訴追決議が通る可能性は今のところないというところなんですけど、ただ第一歩として、下院の委員会ですね、司法委員会で、そのための調査が始まるというのはいいことだと思うんですね。でもこのペロン下院議長っていうのはあれですよね、怪しいよね、彼女はね。だって弾劾訴追が米国を分断するんじゃなくて、トランプの存在自体がアメリカを分断しちゃってるんでしょ。だからトランプを除外することがアメリカの統一につながるんだというのが普通の考えでしょうね。彼女は弾劾すると分断なんだっていう、全く逆のこと言ってるんだよね。怪しいよね、あの女はね。から次、グーグル。フランスに1100億円支払うと、租税問題で和解ということで、すごいですね、1100億円払ったんですよ、和解金として。要するにフランスで、租税回避してんじゃないかということで、もう2年か3年ずっとフランスの税務当局が調査して、そして、グーグルに、罰金を払えというふうにずっと言ってた。それが和解したということで、結果として1100億円ということですね。それで、そうですね、フランスのニコル・ベルブ法相とジェラルド・ダルマナン公会計相は、議論の幕となっていた全ての問題の最終的な和解を歓迎したと。2年間に及ぶフランス当局の尽力の成果だと指摘したということ。2年なんですね。だから他の国、日本を含めて他の国もやるべきですよ、これ。砂月さん、100人衆議院選挙擁立を立てるのは容易なことじゃないが、これで一歩踏み出したと。令和共産党。そうですね。K さん 9.12、野党連合政権に向けた党首会談と合意内容ってことなんですか。なるほど。令和のあれですね、ホームページに載ってるんですね。で来週から全国行脚を始めるんじゃないですか、山本太郎代表は。で次、動画、ロシア捜査当局野党勢力候補者の事務所を一斉捜査相次ぐデモを受けということで、これプーチンひどいね。動画で見られますね、 FP。 もうテロリスト扱いしてるんですね、これね。野党、合法的な野党の政治活動に対してもうテロリスト扱いしてるから、捜査員がですね、対テロの特殊部隊みたいな覆面してですね、武装してるということで、すごいですね、ロシアね。それでも野党指導者は抵抗してるんですね。だからロシアのいわゆる抵抗史っていうのはすごいですよね。スターリンから始まって、ソ連下の、ソルジェニツィン、収容所劣等ですよね。で、過酷な弾圧にも決して屈しないと
いうロシア人の抵抗心っていうのがずっと脈々と続いてるっていう感じしますね、この動画見るとね。プーチンもそう長くはないでしょ、ここまでやっちゃうんだったら。街頭演説、イベントスケジュール、令和。これもあれですか。令和のサイトに載ってるやつですね。北海道から始めるみたいですね。18日。そして今日の重要情報。安倍内閣は玉ねぎだらけと。マルチ広告とハレンチ議員、それからパワハラ、カジノ脱法献金、超愚区に騒ぐマスコミはなぜ、追及しないという。韓国の超区法務長官就任に対して日本のマスコミはものすごく悪意を持って報道していることに対して、それじゃあ日本の今回の第4次安倍内閣の主要閣僚のことをなんで同じように批判しないのかということですよね。あれ、これがリテラですね。リテラの記事ですね。URL。ということです。時間がもうギリギリですね。1時間22分24秒と。から視聴されている方が同時期で44名様、計151名様、コメントの数が62件ということで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日金曜日の放送はこれで終わりです。明日土曜日曜日はお休みさせていただいて、来週月曜日ですね、またできたら9時前に放送開始したいということで、またよろしければ合流してくださいと。砂月にさん、まるでバタリロ漫画みたいな玉ねぎ舞台内閣という、この玉ねぎっていうのは剥いても剥いても疑惑が出てくると、そういうあれなんですかね。私テレビ見てないんで、玉ねぎって言ってもどういう意味で使われてるかっていうのはいまいちよく分かんないんですけどね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。また来週月曜日、よろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。終わります。